こちらは、キーリーエレクトロニクスのアンディ・ティモンズデュアルエコー。長い間アンディが秘密にしていたリバーブのような音の広がりが得られるのが特徴ですね。こちらはキーリーエレクトロニクスのアンディ・ティモンズデュアルエコー。長い間アンディが秘密にしていた2つのモジュレーションディレイを組み合わせることでリバーブのような音の広がりが得られるのが特徴ですね。はい、皆さんこんにちは。ギタリストの鈴木健二です。このチャンネルでは普段ギター周りの機材レビューや音作りのアイデアを中心にお届けしていますが、今日はちょっと思考を変えてエルガトテレプロンプターのレビューをしてみようと思います。実はこれ必要性を感じて去年のブラックフライデーセールで買ったものなんですが、その後エルガトさんからレビューのご依頼もいただきまして今回この動画を作っています。それから今回使っているこのマイク、それからマイクアーム、そして LED ライトはエルガトさんからご提供いただいたものです。ありがとうございます。このマイクは普段ライブ配信で使っていまして、通常のこういった動画ではワイヤレスのマイクを使うことが多いんですが、今日はねせっかくなのでライブ配信のセットアップで進めていこうと思います。では早速テレプロンプターがどう役立つのか見ていきましょう。はい、動画や配信中、オンラインミーティングやオンラインレッスンなどで目線がずれる問題ってよくありますよね。話したい内容を手元のメモで確認しようとしてどうしてもカメラから目線が離れてしまう。そうすると視聴者から見るとあれちゃんとこちら見てないとか、ちょっと自信なさげに見えることもあるんですよ。僕もギター機材のレビューをするときスペックやポイントが結構多いのでちゃんと正しく伝えたいと思うとどうしても台本的なメモを確認しながら話すことがよくあって、そこで便利なのがこのプロンプターなんです。エルガトのプロンプターはカメラレンズの前に半透明のミラーがあってその向かい側に小型モニターがついているタイプなんですね。プロンプターの機種によってはタブレットやスマホを別でセットするものもあるんですが、こちらは PC や Mac に USB 接続するだけでサブモニターとして認識されます。で、何を映すかは無料の専用ソフトで簡単に設定できるので文字の大きさやスクロール速度を自分の喋るペースに合わせられるわけです。例えば機材のスペック表やレビュー台本を写しておけばカメラ目線のまま数字や用語を間違えずに伝えられます。プロンプターなんて必要かなと思われる方もいるかもしれませんが、目線問題をね解決したいなら個人的にはねかなり価値のある投資だと思います。実際撮影の負担が段違いに減るはずです。ただずっとカメラ目線というのも逆に疲れるかもしれませんよね。実際の会話でもずっと相手の目を見つめると緊張したこともありますしね。そのメリハリを自在にコントロールできるのがテレプロンプターの良いところです。絶対に伝えたい部分だけ台本をしっかり表示してカメラ目線を保ち、雑談やアドリブをあえて目線を外すみたいな使い分けができるんです。僕の場合は数値や製品名、型番などミスれない部分はプロンプターでがっちり確認して、それ以外はアドリブで話すことが多いです。こんな感じで見ながら。さて、冒頭でも少し見せましたがプロンプターなしとありで同じ内容を解説してみます。今回は例としてこのキーリーのアンディ・ティモンズデュアルエコーをちょっと話してみますね。じゃあまずはなしで。こちらは、キーリーエレクトロニクスのアンディ・ティモンズデュアルエコー。長い間アンディが秘密にしていたリバーブのような音の広がりが得られるのが特徴ですね。テーブルエコー的なマルチヘッドディレイや80年代ラックディレイみたいな効果をコンパクトに再現していて、サチュレーションやフィルターのコントロールでクリーンからローファイまで幅広く音が作れます。ではちょっとだけ弾いてみますね。こんな感じで空間系好きには、たまらないペダルですね。はい、こちらはキーリーエレクトロニクスのアンディ・ティモンズデュアルエコー。
長い間アンディが秘密にしていた2つのモジュレーションディレイを組み合わせることでリバーブのような音の広がりが得られるのが特徴ですね。テープエコー的なマルチヘッドディレイや80年代ラックディレイみたいな効果をコンパクトに再現していって、サチュレーションやフィルターのコントロールでクリーンからローパイまで幅広く作れます。じゃあちょっと聞いてみますね。こんな感じで、空間系好きにはたまらないペダルですね。いかがでしょうか。やっぱり目線が安定してると見てる側も安心感がありますし、何より僕自身がやっぱ喋りやすいんですよね。だから NG テイクや時間ロスも結構減るので、結果的には効率がむちゃむちゃアップしてます。で、装着はカメラのレンズ径に合わせたアダプターをはめてプロンプターに取り付けるだけです。PCA は USB1 本で接続します。アタッチメントは複数サイズが付属しているので、大胆のレンズに合うと思いますが、事前にサイズは確認してください。ではこのエレガトテレプロンプターがどんな方に特におすすめか簡単にまとめてみました。1、YouTube で商品や機材レビュー解説をする方、情報量が多い内容を確実に伝えたい場合、やっぱカメラ目線のまま数字や用語を読めるのはありがたいですよね。2、ライブ配信者、Twitch や YouTube ライブなんかでコメントを見ながらでも視線を外さない。これやっぱり視聴者との一体感がアップします。3、オンライン会議、プレゼン。Zoom なんかで相手の顔をプロンプターに移すとちゃんと目を見て話してくれている感が高まります。プレゼンの説得力も上がると思います。4、歌詞やコード進行をチラ見したいミュージシャン。弾き語り配信とかで目線を下げずに歌詞なんかを確認できるから結構配信に集中できますよね。要は目線を維持したまま必要な情報をチェックしたいっていう人ならかなり使えるアイテムだと思います。配信される方やレビュー系 YouTuber、 それからオンライン講師、どんどん応用できると思いますね。はい、ここまで紹介したエレガトのテレプロンプター、もっと詳しい内容はエレガトの公式サイトを見てみてください。プロンプター以外にも PC 周りで使えるおしゃれなガジェットがいろいろあってなかなか面白いです。オフィシャルサイトと購入先は動画下の概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。というわけで今日はエレガトのテレプロンプターのレビューをお届けしました。結論としてはカメラ目線をキープしたまま確実に情報を伝えたい人にはめちゃめちゃ便利だと思います。僕も最初はこれ本当にいるかなって思ってたんですが、今も使ってますけどいざ使ってみるともう手放せないですね、これはね。で、大事な数字や製品名を間違えずに言えるし、撮影のリテイクが激減しました。もちろんね、やっぱずっと目線を合わせっぱなしだとちょっと硬くなるので、時々目線を外してリラックス感を出すのもありですね、こうやって。で、外しても戻ってくれば読みたい情報がすぐ見れるのがポイントです。だからやっぱシーンに合わせて使い分けると自然に仕上がりますね。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になったって方はぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。僕のオンラインサロン鈴木健二のギターサウンドラボではギターや機材の話題で盛り上がってますので、興味のある方、ぜひ概要欄からね遊びに来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。